どうもこんにちは、大輔です。なかなか目処が立たない入国制限緩和ですけど、皆さんね、痺れを切らしているところだと思いますよ。そう思ってるのはね、でも我々だけじゃないみたいなんですよ。なんとね、世界各国から見ても、日本はね、ちょっと問題児なんじゃないかと、そうね、見られ始めているんですね。日本政府がこの世界からのね、圧力に対してどういう手を打とうとしているのか、それがね、皆さんの海外渡航に今後ね、どういう影響をもたらしていくのかについて解説をしていきます。本日の流れはこちらですね。丸1、先進国で日本だけが、丸2、日本政府の言い分。丸3、皆さんの海外渡航への影響。本チャンネルではですね、世界各国への渡航制限の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方は、チャンネル登録をお勧めさせていただきます。それでは早速参りましょう。丸1番、先進国で日本だけがということでですね、そうなんですよ。日本だけがね、問題児扱いされている、そういう点があるわけなんですね。それはズバリ、今現在もなお行われている入国制限の厳しさなんですね。ここで言うね、先進国の定義から入りたいなと思うんですけども、最近何かと話題に上がりますよね。G7 サミット。皆さんご存知でしょうか。日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ。このね、主要7カ国の首脳が毎年集まって話し合う国際会議ですね。8月末から9月上旬で開催が調整されているんですよね。でね、日本が問題児とされている理由なんですけど、各国の制限緩和の状況を見ればね、これ一目瞭然なんですよ。ということでね、ここで皆さんと一緒にね、今現在、日本から G7 参加国へ、もし僕がね、仮に、行くとしたらね、入国できるのかどうか、これをチェックしていきましょう。まずはアメリカ。これは入国できますね。とは言っても隔離があるんですが、入国はできると。イギリス、入国できます。フランス、入国できますね。イタリア、入国できます。隔離措置がありますね。イタリアに関しては。はい、カナダ、入国が、これね、できません。ただ、僕が仮に永住権を持っていれば、入国はできるとされていますね。で、ドイツに関しては、入国ができませんということなんですね。あれ？ドイツも入国不可ですよねと。こうなると問題児は日本だけじゃなくてドイツもそうなんじゃないですかと言いたくなったね。そこのあなた。甘いですよ。ドイツの開国手続き、日本なんかよりもずっと進んでいるんですよ。実際にね、ドイツは EU 圏内のとこは緩和済みですし、EU 圏外からに関してもですよ、7月2日以降、感染レベルが低い第3国ということで、オーストラリア、ジョージア、カナダ、モンテネグロ、ニュージーランド、タイ、チュニジア、あとね、ウルグアイということで、これらの国からの入国、もうね、緩和済みなんですね。では、なぜここに日本が入っていないのかというね、話。それね、とってもシンプルなんですよ。それは日本がアンフェアだというふうにね、世界から見られているためなんですね。相互措置として日本からドイツへの入国。これはまだね、厳しく制限されているんですね。ドイツ領事館のウェブサイト。ここにですね、とってもわかりやすい表明が記されてましたので、皆さんと一緒にチェックしていきたいと思います。こんな風に書かれていました。日本の長期滞在資格を持ったドイツ人が、日本からドイツに渡航する場合、管理された枠組みの中で、日本に再入国できる見通しが持てるようになることが、ドイツとして特に重要な懸案となっていますと。また、それ以外のドイツ人に関しても特段の理由がある場合は、管理された枠組みの中で日本への入国が認められるべきですと。そのため、ドイツから日本への渡航者への入国制限緩和が合意に至るまで、当面、日本からドイツへの渡航者の入国制限継続されますと。こんな風にね、書かれているわけなんですね。要するにね、日本の在留資格を持つ、ドイツ人が日本にね、入国できなくて困っているよという、こういう状況ですので、ドイツ側のみがね、日本からの入国を受け入れた不平等だということで、日本側にね、フェアになるように緩和を求めているという、こういうことなんですよね。当たり前ですよね、柴犬ちゃん。ね。お母さんに教わったよ。自分がされたら嫌なことは人にもしちゃいけないってね。そういえば柴犬ちゃん、アメリカにいる柴子ちゃんとは結局会えたの？この前ついに振られちゃったんだ。国をまたいだ恋愛は難しいな。大輔はどうなの？フィリピンの彼女とうまくいってるの？俺はバッチリだよ。たまにね、
喧嘩とかあるけどね。はい。ということで、じゃあね、日本政府がね、嫌がらせで世界に対してこういう措置を、しているのか、理由がね、皆さん気になりますよね。ということで、丸2、日本政府の言い分ということで、話を進めていきましょう。入国制限をね、厳しく保たざるを得ないのはなぜなんだという点にね、迫っていきます。日本政府はこのことについて次のように述べています。感染症の国内への流入、これをね、可能な限り防止する観点が重要だということですね。要するに日本への入国時っていうのは空港での PCR 検査を義務付けているわけなんですよ。なんですけど、この検査能力が低いため、一度にね、大量の人数っていうのを裁くことができません。なので、日本の在留資格を持っている外国人であっても、特段の事情がない限りは入国を拒否し続けているっていうね、こういうことなんですよね。生活の基盤が日本にあるのに入国を拒否されるっていうのは、とってもひどいことのように感じませんでしょうかね。でもね、これ本当に悪いことなんでしょうか。一方ではね、感染防止という視点に立って、国の移動は制限されるべきだというね、意見もありますので、どっちが正解なのかっていうのは賛否両論あるかと思いますよ。国際的に人権をね、守るための約束事として世界人権宣言なるものがあること、皆さんご存知でしょうか。これはね、1948年フランス・パリで開かれた第3回国際連合総会、こちらで合意されたものなんですね。あらゆる人と国が達成しなければならない共通の基準ですということなんですね。世界人権宣言第13条2項でこう述べられています。すべての人は自国を含むいずれかの国を去り、自国に帰る権利を有すると、記されてますね。要するにこういうことですよ。僕はね、日本国籍を持っていますので、日本から入国を拒否されることはありません。自国に帰る権利を有するということがですね、人権保護の観点から各国で合意されているというわけなんですよ。ただし、僕がね、もし外国籍を持っていて、例えばドイツ国籍を持っていて、かつね、日本の在留資格があったとしたらどうでしょうか。この場合、ドイツへの帰国はできるんでしょうけど、日本への入国に関しては、人権保護上守られるべきかどうかっていうのは、実はね、文面としてはどこにも定義がないんですよね。この条文で謳われている自国に帰るというね、記載の解釈の問題だと思います。在留資格を有していて、その国にね、家族がいたり、仕事があったり、生活の基盤がある。こういうことであれば認められてほしいっていうのが、当人たちのね、思いだと思うんですよ。で、こういう背景もありまして、G7 各国に関しては日本に対してね、明らかに違反してるんだぞという、こういうね、詰め寄るようなことはしませんけども、例えばね、ドイツのように相互条件的に日本からの入国を制限するというね、お互い様戦法を取られてしまう場合っていうのもありますよね。それでは日本政府はこの状況をのらりくらりとね、かわしているだけのオワコン状態なのかと。僕はね、それはノーだと思っていますよ。この話がですね、3、皆さんへの海外渡航の影響、こちらにつながってくるんですよ。つい最近ね、こんなニュースが流れてましたね。僕の過去動画見られてる皆さんであれば、このニュース待たれていた方多いんじゃないでしょうか。こちらですね。羽田空港。入国者に唾液を使ったコロナ抗原検査導入。まさにね、これ撮影してる本日ですよ。7月の29日に運用開始されたこちらの施策です。抗原検査って何だっけっていうふうに思われる方いますよね。簡単に解説しますね。皆さん PCR 検査っていう言葉はね、よくニュースで聞かれるかと思いますけど、この PCR 検査の、判定、時間がかかるっていうのは曲者なんですよ。それに対して抗原検査については30分程度で結果が出るというね、大きなメリットがありますから、空港で運用に乗れば、事務手続きなども考慮して1時間程度の待ち時間で検査をパスするってことがね、できるようになってくるんじゃないかと思います。で、これまで1日2日ね、かかってた PCR 検査の不便さっていうのを考えると、とっても実用的だと思いませんでしょうか。コロナとはね、この先ずっと共存していく社会になりそうなことを踏まえますと、おそらくね、未来の我々の海外渡航っていうのは、入国時の検査で唾液をチェックするっていうのはね、当たり前になってくると思います。そして待ち時間についた技術とともに、どんどんね、短く、進歩していくわけなので、そこはね、期待ですよね。ドイツのね、相互条件について触れましたけども、一方でトランプさんがブイブイ言わせてるアメリカから、例えばね、日本に開国しろと、強く迫られたら、実際どうなるんでしょうかね。
特に感染者が深刻なアメリカですから、世論的にはかなり反対意見出るとは思いますけどもね、この世界情勢の中で日本がずっと入国規制し続けるっていうのは、無理があることなんじゃないかとも思うわけなんですよ。貿易経済だとか、国同士の交渉力にね、大きく影響しますからね。今後の動向から目が離せません。ということで本日は世界から問題児扱いされている日本ということでお話をさせていただきました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。大輔でした。